今日の調べてみたらのテーマは、知る人ぞ知る真夜中の繁盛店。大宮には終電が終わった深夜にもかかわらず、お客さんが結構いらっしゃいます。連日ほぼ満席のお店。そのお目当ては3人前のボリュームのナポリタン。マジでうまいです。マジでうまいです。ここしか出ない味です。深夜の亀戸に高々と輝くお弁当店でもお客さんの波が途切れません。そこでは運が良ければ遭遇できる深夜の超お得なセールまで。ツイッターのやつでリツイートして見せると半額になるので。一方、三軒茶屋では夜10時からしか開かない人気の深夜食堂が。そこにはほとんどの人が注文するという絶品の一品も。旅館に出てくるような、味みたいになってます。ということで今回は真夜中なのに繁盛店、深夜の飲食店になぜ人が集まるのかを調べてみました。まず最初に向かったのはさいたま市大宮区。駅から徒歩3分。商店街の脇道を進んだところで見つけたのが、24時間営業って書いてますね。いろんな種類の食品サンプルがあります。入り口にはオムライスからナポリタン、とんかつやピザなどさまざまなジャンルの食品サンプルが。ここは大宮の人なら知らない人はいない、創業48年24時間営業の喫茶店、伯爵亭です。すでに午前1時近くになっていますが、終電はもうないですけど、お客さんが結構いらっしゃいます。店内はお客さんでにぎわい、古いポスターや絵画などが並んで独特な雰囲気が漂っています。人気の理由は、豊富なメニューもちょっと頼みたかったんですけど、この時間にどれ頼むかね、悩むよね。メニューがちょっといっぱいあって、どれを食べていいか悩みましたけど。来る人を悩ませる豊富なメニューです。喫茶店の定番、ケチャップライスを卵で閉じて完成する懐かしのオムライス930円や、うまみの強い沖縄のアグー豚を使った特選島豚カツ丼などの和食、沖縄料理のゴーヤーチャンプルや麻婆豆腐などの中華、さらに蜂蜜で甘くして食べるのが特徴の南インド風チーズナンから、ココナッツミルクでまろやかに仕上げたネパール風チキンカレーまで、日本人の舌に合うように作られた世界の料理がなんと140種類以上も取り揃えられているんです。中でも一番人気のメニューがナポリタンをね、3人でシェアしたいので1つください。大ぶりにカットしたイカや豚肉、マッシュルームをさっと炒めて、パスタを入れてケチャップをたっぷりかけたら、そこに入れるのが味の決め手、生クリーム。酸味をまろやかにするといいます。しっかり混ぜ合わせたら伯爵亭大宮ナポリタンの完成。880円です。そのお味は？美味しかったです。ナポリタンに入ってないようなものがね、入っててちょっとびっくりしました。このイカがちょっと入ってるのがいいんですよね。でっかいブロック型のイカが、このパスタ巻いてるのにこれ刺すとすげえ安定するやんってなる。さらに圧巻なのはそのボリューム。なんと3人前のパスタを使い
480g もあります。ちょっと余るぐらいが一番ちょうどいいですぐらいちょっと多いかもしれないです午前4時、仕事終わりで訪れた女性も。めっちゃ美味しかったけど、めちゃめちゃ量が多かったですではなぜこのお店に深夜人が集まるのか調べてみると、午前1時に訪れたこちらの男性はある大会に参加した後に来店。一人でケーキ2つも注文しています。なぜこの時間に？大会終わりなんで。大会終わり？はい。何の大会だったんですか？ボディビルです。夜、茨城県であったボディビルの大会に出場し、大宮に戻ってきてからこのお店に立ち寄ったのだとか。自分甘いの好きなんで、普通に毎回終わったら甘いもの食ってます。減量中は食えないんで。午前2時にクリームソーダで乾杯していたのは大学生グループ。一体なぜ深夜に？みんなでバーベキューしてて、花火をしようとしてできなくて、迷ってたらここにたどり着いた。午前4時過ぎ、タブレットの画面と睨み合う男性2人組。一体何をしているんですか？今日テストで夜急遽集まってやろうって話で今もうあと4時間ぐらいで始まっちゃうんですよ。範囲がわからないっていうのと眠くなっちゃうねって話で一緒にやった方がいいんじゃないみたいな話で、はい。眠らないために急遽集合したそうです。幅広い年齢層の人たちがさまざまな目的で利用できるのが深夜でも人が集まる理由のようです。憩いの場です。ここはちょっとずっと守らないと守っていかなきゃいけないですね。午前0時、まもなく終電を迎える時間の JR 亀戸駅。そこから徒歩2分ほど歩いた大通り沿いにこうこうと光るお店が。もう深夜0時を回ったんですけど、結構お客さんいらっしゃいますね。ここは24時間営業のお弁当店、キッチンライブです。店内にはボリューム満点のお弁当がずらりと並び、その値段は1つ350円。ハンバーグや唐揚げ、メンチカツなどの具材がさまざまな組み合わせで店頭に並ぶので、選ぶ楽しさもあるんです。午前0時過ぎにこの350円弁当を買った20代の男性は、仕事が遅いので、それでこの時間まで働いてたんで、はい、多分コンビニでこれ買ったら500、600円すると思うんですけど、それが350円なんでめちゃめちゃ助かります。やっぱり量が多いから満足しますよね。はい、350円で、はい、なんか大きいハンバーグと揚げ物が入ってるお弁当です。ちなみにあれですか、今から食べるって感じ？食べます。安いのでとてもよく買います。はい、仕事が遅くなり今から食べるという人もいれば、こちらのサラリーマンは検索したら出てくるので、亀戸安い。あ、そしたらここで出てきた。はい、あ、なるほどなるほど。いやもう今日は食べれないので、明日からの飯みたいな。あ、そうなんですね。この辺りにお住まい？いや全然。あ、そうなんですか？はい。どちらにお住まいなんですか？三鷹。これから三鷹に？ここ今亀戸ですけど。はい。あ、じゃあ結構今ギリギリですか、終電？あ、ごめんなさい、すみません。ありがとうございます。すいません。午前2時を過ぎた頃にはご夫婦が来店。お惣菜なども合わせ3つお買い上げ。今日はカレーとその焼き鳥の桃と、あとはそのコロッケ弁当ですかね。
なるほど、結構買いましたね。これいつ食べるようで買ったんですか？はい、今からです。今から食べるんですか？まあ、自分がちょっと仕事終わるのが欲しかったんで。安くて助かるなと思います。そんなキッチンライブで一番人気が、こちらの男性が手に取った大きなお弁当。それは何買われたかちょっと見せてもらっていいですか？うなぎとエビ天の1キロ弁当ですね。ボリューミーだし、いろんな種類がね食べれるし、来るたんびに結構メニューがいつも違うんで、それも楽しみの一つですね。女の人だったら多分3食に分けて食べるようかな。お客さんをうならせる圧巻のボリューム。お店の名物の1キロ弁当です。具材はお弁当の定番の生姜焼きから、うなぎのかば焼きや豚の角煮、店内で揚げた長さ30センチの大きな穴子の天ぷらは折り曲げないとパッケージに収まりません。20通り以上の組み合わせから選ぶことができます。同じ1キロでもこちらはおにぎり。3合近いお米に唐揚げ2つ、ふりかけや漬物も入って650円です。しかし、このお店が人気の秘密は他にもありました。さらにお店の様子を見ていると、お客さん、スマホの画面を店員に見せてますね。スマホの画面を店員さんに見せる男性、これは一体？さっきのあれ、スマホで何やったんですか？ツイッターのやつでリツイートしてそれ見せると半額になるので、両方にね、明日にちょっと持ちまして。実はこの少し前、店員さんが店頭のお弁当の在庫をチェックし、半額のセールを実施するというコメントを投稿。平日の夜限定で半額のゲリラセールが行われるんです。もちろん先ほどの1キロ弁当もしっかり半額に。今日ご飯食べれなかった仕事で、たまたまツイッター見て、安いなと。ボリュームがすごいのと、ボリュームに対してのお値段がやっぱコスパの良さが一番いいと思ったので利用させていただいてます。こちらの2人組もそれぞれ1キロ弁当を購入。今俺ら仕事終わって腹減ったから1キロ弁当食おうみたいな。めっちゃデカ盛り大好きで、1キロ弁当なんてなかなかないと思うんで。まあそうですよね。はい。デカ盛りを求めてやってきたという20歳の2人組。近くの公園に移動し、深夜の1キロ弁当チャレンジ開始。やばいっすね。じゃあよろしくお願いします。どうですか？めっちゃうまいです。飯食うのが大好きなんで、もうとにかくでかくて安いって一番じゃないですか。それなんでデカ盛りの店探して食べに行くっていうのが一番好きっす。俺は。続いての真夜中の繁盛店は世田谷区の三軒茶屋。駅から歩いて3分ほどのところにあるというのですが、周りのお店は賑わってますが、まだこちらのお店は閉まってますね。それもそのはず、こちらのお店は午後10時にオープンする深夜食堂なんです。17年前のオープン当初、三軒茶屋で夜中に温かいご飯が食べられるお店がなかったため、この深夜の食堂を始めました。それが話題となり、今では開店すると4卓あるテーブル席はすぐにお客さんで満席に。午前1時、どんなものを注文しているのか見てみると、あちらのお客さんのところにお膳が運ばれています。
今日は定食を頼ませていただきまして、魚エボダイを頼ませていただきました。深夜でもバランスのいい食事が取れると評判なのが焼き魚の定食セット。西伊豆で天日干しされた魚の干物を使った塩加減が絶妙な塩梅のエボダイです。白身魚のなんていうんですか、淡白な感じがご飯に非常に合ってました。午前4時、お酒を飲んだ後にこの店を訪れたこちらの男性はカマスの焼き魚定食を注文。絶品でした。飲むとなんか最後食べたくなるんで、こういうお店があるのはありがたいなと思います。こちらの20代の男性は自分で作ったカレーを毎日食べるほどのカレー好きだといいますが、頼んだのはもちろん今日も変わらずカレーで2週間分ぐらい作るんですよ。ほぼ毎日カレーみたいな感じなので。お味はいかがですか？めっちゃまろやか。胃袋に優しい。飲んだ後に食えるカレーって感じです。野菜ゴロゴロだし、お肉もしっかり入ってて良かったです。他にもお腹が空いている人に合わせたたっぷり 160g ハンバーグ1078円など全20種類のメニューに加え手作りのお弁当も取り扱うなど訪れる人のニーズと胃袋を満たしています。種類豊富なメニューの中でもほとんどのお客さんが頼むという一番人気のメニューがお母さん、卵かけご飯。卵かけご飯とか。卵かけご飯です。卵ご飯660円です。卵ご飯の卵はおかみさんが安くて品質のいいものをとこだわった北九州のドクダミ卵。そこに濃い口、たまり、薄口の3種類の醤油からお好みで合わせます。醤油は溶いた卵に混ぜずご飯にかけるのがお坂流。醤油の味を全体にムラなく染み渡らせるためだとか。この卵かけご飯はもう絶品です。美味しい。やっぱ醤油の味が効いててもあっという間に完成しちゃいました。そしてこだわりはこんなところまで。お客さん味噌汁を自分で作ってます。食堂大阪では信州味噌、八丁味噌、麦麹など5種類から好きな味噌で自分で作ってもらうスタイル。地方から出てきた人でもふるさとに帰ってきたと思えるような味にしたいとの思いから始めたそうです。感動しましたよね、最初。うわ、めっちゃ面白いと思って、めちゃくちゃエンタメ性高いなと思って、めっちゃ楽しかった。夜10時から開店でもこれだけの人が集まるのは深夜でも温かい懐かしい味を食べられるからのようです。割とずっとお世話になってるというか、ありがたいことに来続けてるお店ですね。割と結構ここはもう唯一安心、なんかホッとする飯を食える場所なんで。ということで真夜中の繁盛店を調べてみたら、胃袋だけでなく心も満たしてくれるからこそ人が集まることが分かりました。